も皆さん、森のニーナです。今日の動画は綺麗になるためにやっていることを紹介していきます。先に言っておくと、この動画は以前の動画に引き続き絶対に見て損はさせない動画になってます。 YouTube6 年間続けてきた中でたくさんの美容法を試してきたんですね。中でも本当に効果を感じたもの、確実性が高いと感じたものを抜粋しました。しかも誰でもできることだから、その積み重ねが変化を起こします。それでは早速、私が綺麗になるためにやっていることスタート。この年齢になってから私の動画のコメント欄に増えた質問って、ニーナさんってどうやって美意識維持してるんですかなんですよ。そこでやってることっていうのはこの一つ目、家をきれいに保つ。いきなりなんか美容と関係なさそうに聞こえるかもしれないんですけど、実は家が綺麗であることって美容効果があったんですよ。びっくりじゃない？効果の説明で言うと、部屋がね散らかってると脳が無意識にやるべきこと多すぎって勝手に判断して、ストレスホルモンって言われてるコルチゾールが分泌されるの。名前だけでねちょっと美容に悪そうですよね。これがね分泌されるとバリア機能の低下とかコラーゲンとかの減少につながるから、もう本当に物理的に肌に悪い物質を出すの。ちょっと調べてみたら他にもまた面白い研究があって、散らかった部屋にいるだけで無意識に眉間にシワが寄りやすくなるんだって。面白くない？散らかってると老けるんだよね。逆に部屋が整っていると脳が休まってるからストレスホルモンも出にくくなるし、表情も優しく見えるらしいです。そんな話をしてますが、私もね実はめっちゃ物が多かったんですよ。昔の私の動画からね見てくださってる方は知ってると思うんですけど、めっちゃ変わったと思いません？うち片付いてるお部屋で過ごす日常を送るようになって、自分に意識が向きやすくなった。心の余裕ができた。断然穏やか。この生活絶対キープしようって思った。年を重ねていく中で美意識を保つって課題だと思うんですよ。難しいと思う。まず高いスキンケアとか美容医療とか、なんかお金がかかることの前に視界から受けるストレスを減らしてみる。だったらやってみてください。部屋をきれいにするとか言っときながらね、ちょっと皆さんの視界にこんなねリップとか iPhone とかごめんなさい。では2つ目、今日の動画で一番痛くない人におすすめ、オートファジーを活性化する。身体的若さを保つのに一番効果的なのがこのオートファジーを活性化させること。オートファジーダイエットって聞いたことないですか？体の大掃除をしてくれるシステム。古くなった細胞、傷んでしまったタンパク質などを分解して新しい細胞の再生を促す仕組みです。これ本当にすごくて、細胞レベルでのエイジングケア効果が高いんですよ。しかもちゃんと科学的根拠証明もされてる。皆さんゾンビ細胞って聞いたことあります？ゾンビ細胞っていうのは体の中でもうすでに機能してない、もういわば死んでるような細胞だけどそこに居続けるみたいな、本当にまさにゾンビのような細胞なんですけど、これがね体を老化させるの。しかも周囲にある機能してる細胞にまで炎症物質とかをこうやって送るから、周りにある子たちまでゾンビになるの。そうなると何が起きるかって、新しい細胞の生まれ変わりができなくなっちゃうんですよ。ターンオーバーが乱れる。ターンオーバーが乱れると皆さんも知ってると思うんですけど、肌が乾燥したり、コラーゲンがもう作りにくくなってるから張り不足になったり、シワになったり、弾力がなくなるからたるむし、ごわつくし、水分も維持しづらくなってくすむし、この年の全ての肌の調子の悪さってもう全部ゾンビ細胞なんじゃないかって思うくらい敵。実体験お話しすると、私は一番何を実感したって、顔の肌の均一さ、透明感がやっぱアップした気がするし、一時期私めちゃくちゃ肌の曲がり角を感じてたんですね。しぼんでる。でそれがもう加速してってたんですよ。でもそれがオートファジーを活性化することによってトーンアップもするし、くすみにくくなったし、むくみにくくもなった。メイクのりがもうマジで格段に良くなった。もちろんねスキンケアとか美容医療とかいろいろ重なってる場合もあるけど、内側からクリアになってるこの感覚っていうのは本当ね、多分このゾンビ細胞がリセットできてるんだと思います。オートファジーの具体的なやり方、16時間空ける。夜ご飯食べて、もう次に食べるのは次の日のお昼。あとはね7、8分目の食事。これ結
構一番私は重要なんじゃないのかなって思う。だし結構すぐに始められること、この1位2位が難しい場合は抗酸化効果のある食品、緑茶とかウコンとかブルーベリーとか、カフェインもねちょっとはオートファジーを活性化させてくれる抗酸化成分ってね、ほんとサポートでしかないと思うんですよ。でも本当にゾンビ細胞を一掃してくれる、リセットしてくれるような効果があるっていうのは、空腹の時間と食べ過ぎないっていうところが私は一番効果がでかいと思います。3つ目、背筋を鍛える。30過ぎて徐々にこの悩み大きくなるんじゃないかっていうのが、フェイスラインとか顔のたるみ気になってきません？私も最近フェイスラインがぼんやりしてきた気がして、そんな時にこれ一番効果的だなと思ったのは、原理で言うと背筋が弱くなると背中が丸くなるじゃないですか。そうなると顔全体も前に落ちてくるんですよ。二重顎が目立つようになったり、フェイスラインがその肉がこうやって前に来るからぼやけてきたり、さらにはね顔がくすんで疲れたりも見えるらしいです。逆に背筋を鍛えると姿勢が整うだけじゃなく、顔が自然と引き上がるんですよ。この状態と取れます？しかもね、若返りホルモンも出るんだって。コラーゲン生成もうまくいきやすくなるから張りもアップするし、脂肪燃焼効果もここ痩せ筋が分泌されるらしいの。こうやって肩甲骨とか刺激すると細胞修復効果もあるらしいので、ツヤ感がアップするらしい。私個人のエピソードとしても、筋トレを始める前、フェイスラインが若い時に比べるとぼんやりしてて体重が増えてないのに、だけど背筋を鍛え始めて本当に顔の印象が変わった。どんなお金かけた整形よりも背筋鍛えて顔をリフトアップさせた方が盛れると思う。実際に私がやっていること、正直本当にこの肩甲骨の寄せるリリース、寄せるリリース、これだけやってればいい。だけどもっと高みを目指している方にお話しすると、タオル後ろにねこうやってこういう感じでこうやってね肩甲骨こうやって引き寄せるの。肩甲骨を意識してその大きく回す。これねゆっくりやってじわじわ鍛える方が効果は大きくなります。どれもね1分以内で OK なので、忙しくてもながらトレーニングできるから続けやすい。はい、4つ目、これもフェイスラインのためなんですけど、側頭部を柔らかく保つ。年を重ねて一番増えたアイテムは頭皮ケアグッズかも。ご存知の通り顔とね頭皮1枚でつながってるので、耳の上のね側頭部が硬くなってしまうと、フェイスラインのもたつきだったり目元のくぼみ、そしてその血行不良で顔がくすむんですよ。逆にちゃんとこうやって柔らかくほぐしてあげることで顔がそのたるみにくくなるから、リフトアップ効果もあるし、血流促進でもう顔色も良くなるし、むくみも解消されるから目元もすっきりする。シンプルにビジュアルが良くなる方法。手でやるのもいいんだけど疲れないよ、こういうカッサがある方が。私はこれを Amazon でね999円で買いました。痛いのが苦手な方はもうちょっとプラスチック動くやつで、私は強めがなんかやってる感があるので動かない硬いやつを使ってます。このやり方は本当にこうやって側頭部をこめかみに優しくこうやって円を描きながらマッサージする。で耳の上から後頭部に向かってこうやってね軽く流してあげるようにマッサージするのもいいです。深呼吸しながらねリラックスして続けるのが大事。気持ちいい。結構呼吸大事なんですよね。これだけでね顔全体がふわっとね軽くてすっきりします。起きた時に一番最初にノーフォックスのカッサブラシ、これね24金でできてるらしいんですけど、これがねめちゃくちゃ血流よく感じるの。手撫ででこの撫で終わった箇所がじんわりあったかいの。すごくない？そんな力も入れてないし回数重ねてないのに血流がね良くなるの感じるから、寝起きと寝る前に使ってます。これめっちゃいいよ。ちょっと高いんですけどね、プラスチックとこのウッドタイプのやつがあるんですけど、視覚的に癒されるなと思ったのでウッドタイプを使ってます。続いて5つ目は散歩。年を重ねていくと今まで息抜きになっていたことが人生経験増えてくるとすぐ飽きちゃったり、私で言うとアニメ見たらもう全て OK みたいな、ゲームとかもむしろなんかちょっとストレス溜まるみたいなことになったり、ストレス感じてたり気分が沈みがちだと表情まで硬く見えがち。そんな時にメンタルケアとしてちゃんと科学的効果があると立証されている散歩に手を出しました。メンタル面で言うと実はただ
歩くだけで幸せホルモン出るんだって。なのでストレス軽減、リラックス効果、ポジティブな気分の維持、さらに肉気ね、ストレスホルモンコルチゾールの分泌も抑えられて心が安定するそうです。メンタル整うだけじゃなくて美容にも直結していて、血流促進定期的にやることによってちゃんと顔色が良くなる。表情筋がリラックスするそうです。不思議だね。酸素供給アップ、くすみにくくなるらしいです。酸素って大事だね。やっぱシンプルだけどめちゃくちゃ効果的じゃない？35になってからメンタルケアの大切さを本当に痛感するようになって、日々の小さなストレスをどう減らせるかっていうところが表情の柔らかさ、肌の調子に直結してるなって感じます。最近びっくりしたのが TWICE のサナちゃんがメンタルケアの大切さをお話ししてて、華やかなね世界の方が公にしてくれることによって気分下がってても別に自分は悪くないんだ、いいんだって勇気をもらいました。やり方は人それぞれのペースでいいと思うんですけど、私は週に 2,3 回朝とか夕方、できればね日がある時がおすすめです。そういう時に音楽を聴きながら歩いてます。あとなるべく自然が多いところを選んでます。散歩行くぞって気合を入れるんじゃなくて、2つ隣のカフェまで歩いて行こうとか軽い気持ちで続けてました。ストレスが溜まりにくくなった。特に生理前とか。はい、続いて肌は豆腐スキンケアめちゃくちゃ単純な話だけど即効性があるからちょっと一旦聞いてほしいんですけど、私も目が乱れてるって思うことが増えてきて、シンプルだけどめちゃくちゃ効果を感じたのが、思ってる以上にふわふわスキンケアする。いわば豆腐のように。原理としてはちょっとの摩擦で角質って傷ついちゃってくすむらしいんですよ。クリア機能も壊れて乾燥しやすくなる。で刺激が重なることによって肌に色ムラが出る。イメージで言うと傷跡で黒ずんだり色素沈着するじゃないですか。摩擦を感じる部分に体が肌を守るためにメラニンを押し出すんですね。それで黒くなっちゃうんですよ。だから顔がなんかくすんでるなっていう人は摩擦のせいだと思った方がいいかも。そのくらい思っとけば多分豆腐スキンケアが叶うと思う。でやり方はすごいシンプルで、化粧水の時は塗るっていうよりも包み込む感じ。洗顔も押し洗いが最強。スキンケアちょっと雑になっちゃっても洗顔とかクレンジングを押し洗いに変えるだけで結構肌は変わると思う。もっと高みを目指してスキンケアも豆腐のように肌を扱うっていうところを叶えることができればめっちゃきめ細かくなると思います。続いてこれまたちょっとびっくりな話だと思うんですけど、白湯の飲みすぎを控えるようになりました。私も白湯って健康に良さそうと思って昔ずーっと飲んでたんですよ。なんなら一日中。もう最近飲みすぎがむくみの原因になるってことを知ってちょっと控えてみたら顔が重たくなくなった。実はね、白湯って肝臓に若干負担がかかるらしいんですよ。でしかも、ここが一番のミソなんですけど、一度加熱した水って構造上水分がね吸収率が下がるんですよ。吸収しきれなかった水分っていうのが体に溜まるので、それがむくみになるらしい。白湯を水分補給としては使わない方がいい。吸収しやすいのは冷水と常温のみ。最高でも1リットル以上飲んじゃダメらしくて、コップ 3,4 杯ぐらいまで。前提として白湯が別に悪いものではない。ただ、バランスって大事なんだなって思いました。続いて髪を染めるのをやめてヘッドスパとかトリートメントにお金を使うようになりました。髪の毛すっごいこだわりが多分強いんですけど、ただねこの項目に関してはみんなにおすすめとは言えない。やっぱりカラーをね楽しんでる人もいるし、私もね若い頃はカラーで髪を楽しむっていうのが当たり前だったんですけど、ミドサーにね近づくにつれうねりとかチリつきが目立って気になってたんですよ。そこからだんだん髪そのものがいかに健康的に見えるかを重視するようになった。私の髪質的に色が抜けると明るくなっちゃうんですよ。だから毎回暗くするっていうカラーを何年もやってたんですよ。このお金もっとトリートメントとか別のことに使えたじゃん。ここで私は思い切ってヘアカラーをやめて、ずっと気になってた銀座のねこのヘッドスパ行くようになりました。案件じゃないですよ。あとは髪の毛ストレートにするトリートメントみたいなやつのみ今やってます。原理としてはね、やっぱいいカラー剤でも髪の色素を抜くためにやっぱりキューティクルを一回無理に開くんだって。その結果枝毛とか切れ毛とか髪が乾燥してパサついたり髪が細くなったり弱くなったり、退色する時に余計に髪が明るくなって逆に老けて見えるし清潔感もないし、だから思い切って黒染めにして地毛に戻しました。多分もう戻し中結構薄毛がね気になってたんだけど良くなってきた気がします。あとやっぱパサつきとか
かチリチリ毛がね、アホ毛っていうのかな、それが本当に今では気にならないね、こうして見ると。黒染めおすすめ。続いて早起きする。ついにネタ切れって思われると思うんですけど、いやちょっとここはまた熱く語らせてください。一番最初のね、美容モチベどうやって保ってますかっていうところがここにも直結するんですけど、結局心の余裕が大事だなって思うんですよ。その心の余裕は時間の余裕から生まれるんですよね。それに気づいて早起き頑張ろうと思って意識するようになりました。これに関しては科学的根拠っていうよりもちょっと気分のお話になっちゃうんですけど、余裕がある朝を作れるだけで家綺麗になるのと一緒で、自分に意識が向きやすくなってスキンケアが丁寧にできる、ストレスも減ってリラックス、美容への意欲が自然と高まる。逆に朝バタバタしてるとスキンケアがやっぱ雑にどうしてもなってしまう。あとなんか一日モヤモヤしてる、ストレス耐性も弱くなるんですよね。だから肌調子も悪くて、ケアしても効果を感じにくくなる。自分を大切にする余裕がなくなるからだと思うんですよね、時間がないと。やり方なんですけど、ぶっちゃけると私は何度も試みたけど続かなかったんですよ。早起きすれば早く寝れるっていうのが普通じゃないですか。でも私の場合は多分生粋の夜型なんでしょうね。早起きしても遅く寝ちゃうみたいな。だからなぜか1ヶ月経つと寝不足みたいな。ちょっとこれはね推奨しないお話なんですけど、一時期体調が悪くて5時間で起きちゃうみたいなことがあって、その時ね内科で睡眠薬を処方してもらったんですよ。ここで私は何を思ったかって、よし来た、これで自分の寝る時間を自由に操れるぞと思って、そっから早寝早起きルーティンが完成しました。私のあくまでも体験談なので推奨はしてないです。そういう目的で睡眠薬が使うものじゃないです。一日ポジティブな気分になれたので、早寝早起きルーティンはできるようになってよかったなって思います。最後の項目、1日最低30分でも良い姿勢を保つ。姿勢って見た目の若さに直結するなって思うんですよ。なんでこの動画でわざわざ単純な項目を入れたかっていうと、自律神経も整うんだって、綺麗ないい姿勢を保つと。あと多分背筋も鍛えられるのか、フェイスラインのもたつきも改善されていくそうです。でも私は一番は結構自律神経目的ですね。自律神経がもう全てを司ってるって思うんですよ。だからどんなに忙しくても最低でも30分ぐらいは姿勢を保つっていうことを頑張ってます。私がやってるのは歯を磨いてる時、あとこれ本当は立ってた方がいいんですけど、どうしても一日中座ってる時でもいい姿勢を保つようにしてます。背筋をまず1回伸ばします。で肩を引きます、ちょっと下目に。そして足の裏を床につけて安定させる。で頭のてっぺんから糸が引っ張られてるイメージ、これが多分一番分かりやすい感覚として。スマホ見てる時とかデスクワーク中とかご飯屋さん並んでる時とか。はい、いかがだったでしょうか。今日は私の綺麗になるためにやっていることでした。綺麗になりたいよね。私も YouTube を始めて6年、最初の頃はただ目的もなく自分が興味ある美容とか発信してたんですけど、視聴者の方だったりたまに会う友達とかに最近ちょっと衝撃だったのが、皆さん見てると35歳になるの怖くなくなりますとか、コメントでも10代の子とか20代の子とかからそういうことを言ってもらえた時に、あ、私がやってる意味ってもしかしてこれかなって思ったんですよね。急な自分語りになっちゃったんですけど、希望だって思ってもらえたっていうことが嬉しくて、もう振り切ってそうなれるように頑張ってみようかなって思っている今日この頃です。この動画がちょっとでも楽しかったな、参考になったなと思っていただけたら、よかったらチャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると今後の動画投稿の励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。